雑学喫茶。本日は永遠のライバル旭川と函館について比較していきます。札幌に次ぐ第2の都市争いをいつもしているよね。では早速見ていきましょう。歴史。まず旭川と函館の基本情報について見ていきましょう。市として施行されたのはどちらも1922年です。両方一緒なんだ。函館の方が先かと思ってた。それは函館の方が歴史が長いからでしょうね。函館は1802年には函館奉行所ができ、本格的には陣が定住していました。最初は札幌よりも函館の方が人口も多かったです。しかし1934年に死者2000人、被災者10万人を超える大規模な火災が起きました。それにより一気に札幌に人口1位の座を受け渡すこととなりました。火事が起きていなかったら北海道の首都は函館になってたかも。これに対し旭川の歴史は短いです。函館奉行所ができた1802年の75年後にやっと一人の和人が旭川に定住しました。函館の人口を抜いたのも1965年頃です。歴史で比べると函館の圧勝だね。地理。続いて場所について確認しましょう。旭川は北海道のど真ん中、東北に位置します。札幌までの距離は 130km と近い方です。 130km が近いって本州じゃ考えられないけどね。電車を使えば1時間半、車でも2時間あれば移動できます。日帰りで観光することも十分可能だね。それに対し函館と札幌の距離は 311km とかなり離れています。車だと4時間半、電車でも3時間半はかかります。さすがに日帰りの観光は無理そうだね。一方本州へのアクセスについては最南端に位置する函館が有利です。北海道新幹線やフェリーで気軽に本州へ行くことができます。青森への所要時間はフェリーで3時間半、新幹線で1時間ほどです。函館は札幌よりも青森の方が近いんだね。とは言っても東京までの移動を考えると飛行機が現実的な選択肢となります。その場合旭川も函館も所要時間はあまり変わりません。ということで都心へのアクセスで考えると札幌に近い旭川が有利でしょう。あれ、そういえば北海道新幹線はいつ完成するんだっけ？2030年に函館と札幌間が開通する予定です。ということは函館から札幌はもっと近くなるんじゃない？はい、1時間15分ほどで札幌と函館を移動できるようになるそうです。旭川と札幌の移動時間より短いんだね。札幌まで新幹線が完成されたらだいぶ状況は変わりそうですね。人口。続いて現在の人口を比較してみましょう。旭川は約32万人、函館は約24万人と旭川の方が人口は多いです。人口密度を比べてみても旭川の方が高い数値となっています。でも函館の方が観光客は多いんじゃない？令和3年の観光入り込み客数は旭川160万人、函館346万人でした。ほら、函館の方が観光客は倍以上もある。しかしこれはコロナの影響が大きく、今後は大きく変わることが予想されます。その証拠にコロナ以前の平成30年は旭川函館ともに観光客数は約520万人でした。コロナ前は観光客の数はあまり変わらなかったんだね。じゃあ中心地はどっちの方が栄えてるのかな？では旭川駅と函館駅の1日の利用者数を比較してみましょう。旭川駅は1日9694人、函館駅は5522人です。旭川駅の方が利用者数が多いんだね。旭川駅はイオンと直結していることもあり、体感ではさらに多く感じるでしょう。函館駅は大型商業施設とは直結されていないので人は少なく感じると思います。札幌駅は大丸と直結してるし、大型商業施設と駅が直結してるのは都会っぽいね。このように人の多さという観点から見ると旭川に軍配が上がります。経済。続いて経済的な観点から比較してみましょう。市内総生産は旭川が約1兆円、函館が約9500億円とほぼ横並びです。ああ、いい勝負だね。地価に関しては旭川駅が平米あたり約7万円、函館駅が約6万円でした。やっぱりイオンと直結してる旭川駅の方が少し高いんだね。そのイオンの店舗数については函館は1店舗、旭川は3店舗でした。店舗数も旭川の方が多いんだね。函館市は一度イオンの出店を拒否した経緯がありますからね。最初からイオンの出店を受け入れていれば現状は変わっていたかもしれません。地元企業を守りたかったんだろうけどもったいなかったね。ちなみにスタバの店舗数は旭川6店舗、
函館4店舗と旭川がリードしています。スタバの数も旭川が多いんだね。観光。最後に観光スポットについて見ていきましょう。まずは旭川からです。旭川の観光スポットは旭山動物園が有名です。むしろそこ以外を知らない。他にも上野ファームなどもあるのですが、動物園が人気すぎますね。動物園がこけたら旭川も一緒にこけてしまいそうなほど動物園に依存しています。観光資源は豊富じゃなさそうだね。それに対し函館は様々な観光スポットがあります。函館山では世界レベルの夜景が楽しめます。五稜郭公園では歴史を感じながら散策ができます。境界群を巡るのも歴史を感じて良さそうです。疲れたら湯の川温泉で休むのも良いでしょう。私はラッピ巡りがしたい。観光の観点から見ると間違いなく函館に軍配が上がるでしょう。市町村魅力度ランキングでも函館3位、旭川29位と函館の圧勝です。長い歴史があるのも人気の高さにつながってそうだね。結局旭川と函館どっちの勝ちなの？人口や経済的な観点から見ると旭川の方が上でしょう。逆に知名度や人気度の観点から見ると函館の方が上になると思います。実力の旭川、人気の函館といったところです。確かに道民でも函館は人気の観光スポットだもんね。ということで今回は旭川と函館の比較でした。今後もこのような北海道に関する動画を投稿していきますので応援お願いします。ご視聴ありがとうございました。